NISA で積み立ててる投資信託、実は来年から戦車や軍用機を作る会社の株が一気に増える可能性があるのだ。しかもその引き金を引いたのはヨーロッパの超大手ファンドなのだ。ちょっと待って、NISA と防衛産業って全然結びついてなかったわよね。何かすごく大きな動きが起きてるってこと？詳しく聞かせてほしいわ。今日解説するのは、ドイツの経済誌ハンデルスブラッドが報じたビッグニュースなのだ。米国の大手 PE ファンド、オーバーブピンカスと、ドイツの保険大手ミュンヘン再保険傘下の資産運用会社、MEAG が、欧州の防衛企業に数千億円規模の大攻勢をかける計画を立てているのだ。この動画では3つのことがわかるのだ。なぜ今なのか、何が起きているのか、そして日本の僕たちの資産にどう影響するか、なのだ。PE ファンドって普通の株式投資とは違うのよね。未上場の会社に直接お金を入れる仕組みだったかしら。それが防衛産業に向かうって相当な覚悟の投資じゃない？正確なのだ。PE ファンドというのは銀行や年金基金などから巨額の資金を集め、非上場企業に直接投資して価値を高め、数年後に売り抜ける仕組みなのだ。今回の主役、オーバーブピンカスは運用資産が約7兆円超の超大手で、MEAG はドイツ、ミュンヘン再保険グループの投資部門。運用資産は約40兆円規模なのだ。この2社が防衛産業に数十億ユーロ単位で投じると報じられているのだ。40兆円規模の会社が防衛に動くって、それ日本の GDP の3割以上じゃない。ちょっと桁が違いすぎて、現実感が湧かないわね。なんでこのタイミングなのかしら。タイミングには明確な理由があるのだ。3つの地政学的圧力が同時に重なっているのだ。第一に、ウクライナ戦争が長期化して欧州各国が国防費を急増させている。NATO は全加盟国に GDP の 2% を防衛費に回すよう求めているが、今やドイツやポーランドは 3% 超を目指すと宣言しているのだ。これは政府の防衛予算が爆増するということで、それを受注する企業の売り上げが激増するのだ。第2の圧力は、今週のイラン情勢なのだ。ガーディアン紙によると、ブレント原油はこの週に一時90ドル台に急落したものの、イラン停戦合意への不信感から再び96ドル台に戻している。ホルムズ海峡が不安定なまま、エネルギー安全保障の観点で各国は、軍事力なしに経済は守れない、という認識を強めているのだ。つまり、ウクライナ戦争とイランの緊張が重なって、欧州全体がもっと軍事費を使わなきゃ、という空気になってる。その需要増を先読みして、民間のお金が一斉に防衛産業に流れ込もうとしてるってことね。第3の圧力が最も面白いのだ。トランプ政権のアメリカ、ファーストなのだ。米国が欧州防衛の肩代わりをしてくれる時代が終わりつつある中、欧州は自前の防衛産業を強化しなければならない。でもそこに問題があるのだ。欧州の防衛企業は冷戦後の平和の配当時代に大幅にスリム化された生産能力が足りない。だから PE マネーで急速に拡充しようとしているのだ。少しわかりやすく言うと、こういうことなのだ。冷戦が終わった1991年以降、欧州の防衛産業は、もう戦争はない、と思って工場を閉め、人員を削り、研究開発費を絞ってきたのだ。それが30年続いた。今それが一気に100回転している。工場を再建するのに10年かかるところを、PE マネーで5年に縮めようとしているのが今の欧州の姿なのだ。それってつまり、防衛産業が稼げる産業に変わったってことよね。でも、ちょっと逆の見方もできるんじゃないかしら。PE ファンドって数年で売り抜けるのが基本でしょ。軍事産業に短期的なお金が入って、本当に国の安全保障に役立つのかって疑問もあるわよね。鋭い問いなのだ。実はこの点が、今欧州の政策論争の核心になっているのだ。伝統的に欧州の防衛企業、ドイツのラインメタル、フランスのタレス、スウェーデンのサーブ、ワクニが大株主として関与してきたのだ。純粋な民間マネー、しかもリターン最優先の PE が入ることへの警戒感は政府内にも強いのだ。でも一方で、国防省の予算だけでは増大する需要を満たせない現実もある。ここで面白い構造が見えてくるのだ。オーバーグピンカスと MEAG が狙っているのは、大手の完成品メーカーではなく、サプライチェーンの中間層なのだ。火薬、精密部品、センサー、通信機器といった専門性が高い中堅企業なのだ。なぜかというと、大手はすでに株価が急騰して割高。でも中堅サプライヤーはまだ株価が上がりきっていないのだ。ここに目をつけたのだ。あら、それって株式投資の割安株探しと同じロジックじゃない。大手が注目される前に、その部品を作ってる会社に先回りして投資する。確かに賢いわね。ただ、そういう会社って技術流出のリスクとか、安全保障上の審査とか、普通の産業より障壁が高くないかしら。そこが最大の難所なのだ。ドイツでは、外国投資法、AWG の改正で、
防衛関連企業への外資出資には政府審査が必要になったのだ。フランスでは戦略的企業への PE 投資に内閣の承認が必要なケースもある。だからオーバーブピンカスのような米国系 PE は、欧州の政府系ファンドや保険会社、今回の MEAG がまさにそれだ、と組んで、地元パートナーとして審査を通りやすくする戦略をとっているのだ。これを規制の壁を越えるための、地政学的パッケージング、と呼ぶ研究者もいるのだ。ここまでをまとめると、ウクライナ戦争、イラン緊張、米国の欧州防衛縮小という3つの力が、欧州の防衛産業に空前の資金需要を生み出している。オーバーブと MEAG は、その隙間を狙って中堅サプライヤーに数千億円を投じる計画なのだ。では、これが日本の投資家や安全保障にどう関係してくるのかを見ていくのだ。日本への影響は3つのレイヤーで考えるのだ。まず第一に、投資、資産形成への直撃なのだ。欧州の防衛バブルは日本の防衛株にも飛び火している。三菱重工業の株価はこの1年で約 1.8 倍。川崎重工は約 1.6 倍になっているのだ。NISA で世界株インデックスを積み立てている人はすでに、間接的に欧米防衛産業の恩恵を受けているのだ。待って、NISA 積み立てしてる人が知らないうちに防衛株の恩恵を受けてるって、なんかもやっとするわ。倫理的に、防衛産業には投資したくない。って思ってる人でも、インデックスファンド経由で組み込まれてしまうってことよね。そこは本当に重要な指摘なのだ。MSCI オールカントリーなど主要インデックスには、ロッキード、マーティン、BAE システムズ、ラインメタルが組み込まれている。2025年以降、これらの比率はじわじわ上昇しているのだ。ESG 投資を謳うファンドでさえ、防衛関連を組み込むものが増えてきたのだ。欧州では、防衛産業はもはや ESG と矛盾しない、という議論が主流になってきているのだが、日本のファンド会社はまだこの問いに正面から答えられていないのだ。第2のレイヤーは安全保障費の家計負担なのだ。日本も2022年に防衛費を GDP 比 2% に引き上げる方針を決めた。これは単純計算で、毎年約6兆円の追加財源が必要なのだ。財源として検討されているのが法人税、所得税の増税と国債なのだ。欧州の PE が防衛産業で巨額のリターンを得る一方、日本国民は税負担という形でコストを払う構図が鮮明になりつつあるのだ。具体的にどのくらいの負担になるの？年収600万の会社員で試算したら、どのくらい変わるのかしら？試算すると、防衛費増税の増収分を全額所得税に上乗せすると仮定した場合、年収600万円の会社員なら年間約2万、3万円の追加負担になる試算が出ているのだ。月2500円前後なのだ。たった月2500円。と思うか、毎月のランチが1回減る、と感じるかは人それぞれだが、これが30年続けば約75万、90万円の追加支払いになるのだ。一方で日本の防衛産業企業の社員なら、むしろ給与やボーナスが上がる可能性が高いのだ。私、この話を聞いてて思ったんだけど、防衛産業に民間マネーが入るのって、実は必ずしも悪い話じゃないんじゃないかしら。政府の非効率な調達を、競争原理が入ることで改善できる可能性もあるわよね。ずんだもんはその点、どう見てるの？それは正しいのだ。歴史的に見ると、民間資本が防衛産業に入ることで技術革新が加速した例は多いのだ。スペース X がまさにそれで、NASA の調達を民間競争に開放したことでロケットの打ち上げコストが10分の1以下になったのだ。ただ僕の見立てを率直に言うと、今回のオーバーブと MEAG の動きには短期利益優先の匂いが強いのだ。3、5年で売り抜ける PE の性質上、長期の技術開発投資よりも即効性のある、既存設備の増産に集中する可能性が高いのだ。冒頭で NISA と防衛株の話をしたのだ。ここで回収するのだ。結局のところ、今 NISA で積み立てているあなたが防衛産業に投資したいかどうかに関わらず、世界株インデックス経由でその流れに巻き込まれているのだ。知らずにいるか、知った上で選択するか、この動画を見た時点で、あなたはもう知っている側なのだ。最後に未来予測タイムラインで締めるのだ。1ヶ月以内、オーバーブと MEAG が具体的な投資先を公表し始め、欧州防衛株の第2波上昇が起きる可能性が高いのだ。3ヶ月後、日本の防衛関連予算の詳細が固まり、三菱重工、川崎重工、NEC 防衛などへの発注額が明確になる。6ヶ月後、各国の防衛費審議が進む中、増税議論が日本でも再燃し、家計への影響が試算として報道されるようになるのだ。
ずんだもんの個人的な意見は、防衛産業への PE 投資、ありなのかなしなのかで言ったら、どっちなの？正直に言うのだ。僕は必要悪だと思っているのだ。理想を言えば、安全保障は国家が責任を持つべきで、短期利益を追う PE が軍需産業を動かすのは怖い。でも現実には、欧州の防衛産業の空洞化は深刻で、政府だけでは間に合わない。問題は民間マネーが入ることそのものではなく、透明性と民主的コントロールが確保されるかどうかなのだ。これは、防衛産業バブルはいつ弾けるか、より、バブルが終わった後に何が残るか、という問いなのだ。あなたはどう思うかをコメントで教えてほしいのだ。今日の動画はここまでなのだ。毎週金曜は、地政学ウィークリーとして、世界の安全保障と経済の交差点を深掘りするのだ。来週も地政学ウィークリーでお届けするのだ。チャンネル登録と通知ベルをオンにしておくと、次回も見逃さないのだ。それじゃあ、またなのだ。